こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は今後発売日初日から Xbox ゲームパスに対応することが決定している最新作50本紹介の後編です。前編の動画では2022年冬から2023年春までのゲームパス対応タイトルを23本ご紹介しました。今回はその続きなので27本ですね。前編よりも多いです。前編のタイトルもまだまだこれから発売されるタイトルなので、前編後編合わせてよかったら最後まで見てね。エイジ・オブ・エンパイア2ディフィニティブ・エディション2023年1月31日発売予定。ゲームパスに対応します。 Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。1999年にリリースされ数々の賞を受賞した傑作リアルタイムストラテジーゲームが 4K 映像と新たなサウンドトラックを備えてリマスターされたタイトルとなります。本作のオリジナル版は日本ではコナミから PS2 版がリリースされていました。今なお日本でも高い人気を誇るタイトルがいよいよ Xbox に登場ですね。そして最新作であるエイジ・オブ・エンパイア4も2023年にリリース。発売日初日から Xbox ゲームパスに対応することが決定しています。前作3から16年ぶりの新作ですね。100英雄伝2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。幻想水湖伝を制作したスタッフが手掛ける新作国産 RPG。 外伝としてアクションゲームの100英雄伝ライジングが一足早く発売されましたが、次回作が本編となりジャンルも古き良き RPG となっています。100人以上のキャラクターたちを仲間にし壮大な冒険が描かれます。幻想水湖伝ファンとしては待望のタイトルですね。100英雄伝ライジングからの引き継ぎ要素もあるので、今のうちにぜひライジングの方を楽しんじゃいましょう。日本語にももちろん対応しますね。マインクラフトレジェンズ2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。 Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。マインクラフトを題材としたリアルタイムアクションストラテジーゲームとなっていて、三人称視点で進行していき、仲間を集めたり壁などを作って多方面から攻めてくる敵に立ち向かっていくゲームとのことです。日本語対応されます。アーク2 2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。恐竜だらけのオープンワールドサバイバルアクションゲームアークの続編です。オンラインプレイにも対応しています。次世代のサバイバル体験を楽しめるようなゲームとして作られているとのことです。前作からかなり久しぶりの続編なのでファンの方には待望となりますね。ちなみに今作のゲームパス対象期間は3年間であると発表されています。ホローナイトシルクソング2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。美しい幻想的な世界観と高い難易度、圧倒的なボリュームを誇るメトロイドバニアの傑作ホローナイトの続編となります。前作ホローナイトはゲームパスで遊べますし、 FPS ブーストに対応して 120fps で遊べるので、続編発売前に前作未プレイの方はぜひ遊んでみてね。待ちに待ち続けてたよシルクソング。エレバンシャドウレガシー2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。影の中に飛び込み自由に駆け回れるステルスアクションゲーム。アヤナと呼ばれる女性を主人公に
影の能力をうまく利用し、壁登りや物陰からの攻撃、人目を避けて進めていくようなゲームとなっています。荒紙に似たような感じに見えますね。現時点では日本語未対応表記となっています。レイブンロック2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。不思議の国のアリスを題材にしたアクションアドベンチャーゲームで、エコージェネレーションの制作会社の最新作となります。主人公の少女はボクセルアートで描かれた奇妙で不気味かつ美しい世界に迷い込んでしまい、冒険へ出ることとなります。エコージェネレーションもすっごい素敵な世界観とゲーム性でしたので、本作にも期待が高まります。コクーン2023年上半期発売予定。ゲームパスに対応します。リンボやインサイドのゲームデザイナーが手掛けているパズルアドベンチャーゲーム。見下ろし視点で描かれた美しい世界観を球体の物体を運びながら進めていくようなゲームみたいですね。Steam では日本語対応がアナウンスされています。偽りの P 2023年発売予定。ゲームパスに対応します。童話のピノキオを題材にした暗闇と狂気に満ちた世界観で描かれるダークファンタジーソウルライクアクション RPG ゲーム。体験や斧など様々な武器を用いて奇妙な敵との激しいバトルが楽しめる高難易度ゲームです。人間になることを目指すピノキオの物語はマルチエンディング方式となっていて、数多くの分岐が用意されているとのことです。日本語対応も発表されています。カセットビースト2023年発売予定。ゲームパスに対応します。モンスターたちを集め単性バトルを楽しめるオープンワールド RPG。フュージョンシステムで2体のモンスターを融合し、パワフルでユニークな新しいモンスターを生み出すこともできるとのことです。めちゃくちゃポケモンっぽい感じですね。面白そう。Steam では日本語対応のアナウンスがされています。バウンティースター2023年発売予定。ゲームパスに対応します。メカに乗り戦いながら農業や基地作りもできるカスタムモードが存在する TPS アクションゲーム。主人公は退役軍人で砂漠の危険区域で賞金稼ぎをし、報酬を得つつ基地を整備し、作物や動物を育て、この地域を活性化させていくとのことです。Steam では日本語対応が発表されています。ターニップボーイラブズアバンク2023年発売予定。ゲームパスに対応します。カブ坊主シリーズの第2弾となっていて、カブ坊主、今回は銀行を襲います。エンター・ザ・ガンジョンのようなシューティング要素が加わって、カブ坊主の過激な暴走はまだまだ止まらない。前作のカブ坊主、脱税を犯すは、ゼルダの伝説、神々のトライフォースのような作りのゲームで、現在ゲームパスで遊べるので、続編の前にぜひ遊んでみてね。ホームステッドアルカナ2023年発売予定。ゲームパスに対応します。探索型農業シミュレーション。魔女として腐敗した土地を癒し開拓していく農業ゲームとなっています。仲間の猫ちゃんが可愛いですね。Steam では現在は日本語未対応とアナウンスされています。リプレイスド2023年発売予定。ゲームパスに対応します。2.5D で描かれた SF なサイバーパンクの世界観のレトロフューチャーアクションゲーム。ハイセンス演出と過激なアクションが楽しめるとのことで、いい世界観ですよね。Steam では日本語対応がアナウンスされています。テキサスチェーンソーマサカー2023年発売予定。ゲームパスに対応します。ホラー映画の悪魔の生贄を題材とした非対称対戦アクションとなっていて、レザーフェイス側と犠牲者側とに分かれ、映画の舞台をフィールドに
倒す側と逃げる側とで戦うゲームとなります。デッドバイデイライトな感じのゲームですね。逃げ惑え犠牲者たち現時点では日本語対応のアナウンスはされていません。天井の風雅2、2023年発売予定。ゲームパスに対応します。ナルティメットシリーズや鬼滅の刃、ジョジョの奇妙な冒険などを手掛けているサイバーコネクト2が制作する国産 RPG 天上の風雅の続編。物語は前作から1年後、獣の少年少女たちは再び戦車に乗り戦いへと向かいます。本作は戦術性、冒険性、ドラマ性がさらに進化して登場するとのことです。ルーチン、発売日未定、ゲームパスに対応します。2012年に発表されたタイトルで10年越しで制作されているみたいです。廃墟となった月面基地を舞台にしたサバイバルホラーゲームとのことで、不気味な雰囲気が漂っていていいですね。現時点では日本語対応のアナウンスはされていません。フロック、発売日未定、ゲームパスに対応します。空を飛びながら友達と一緒に愛らしい生き物を集める協力型マルチプレイゲームで、美しい景色の中を飛び回り、逃げ足の速いレアな生き物を仲間にしていくとのことです。スチームの方では日本語対応がアナウンスされています。ストーカー2、発売日未定、ゲームパスに対応します。チェルノブイリを舞台にしたサバイバルホラー FPS ゲームとなっていて、開発元はウクライナのキエフを拠点としているため、現在起きている戦争によって制作進行が遅れてしまっている状態となっています。開発スタッフを含め現地の方々が一刻も早く平穏な暮らしを取り戻せるよう願っております。パーフェクトダーク、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。もともとはレア社からリリースされていた FPS ゲーム。Nintendo 64でも発売されましたね。長き沈黙を破り、ついにリブートされます。ヘルブレイド2、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。DMC デビルメイクライを制作した忍者セオリーによるヘルブレイドシリーズの続編。精神疾患の苦しみをゲームとして描いたアクションゲームです。前作は日本では未発売ですが、海外のゲームパスに対応していて、日本語で遊ぶこともできます。前作の時点でビジュアルがすっごく綺麗なんですよね。アウターワールド2、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。グラウンデッドやフォールアウトニューベガスを手掛けるオブシディアンのオープンワールド RPG アウターワールドの続編です。前作はゲームパスで遊べますよ。フェイブル、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。かつては Xbox の看板タイトルの一つでもあった RPGフェイブルがついにリブートされます。制作はフォルツァホライゾンシリーズを手掛けているプレイグラウンドゲームズが担当しています。私フェイブルは2がすんごい好きでしたね。素晴らしい。エバーワイルド、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。広大な大自然と魔法の世界が舞台のレア社の最新作となっていて、文鳥の可愛いグラフィックで描かれています。コントラバンド、発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。ジャストコーズシリーズを手掛けているアバランチスタジオの最新作で、1970年代の架空の世界を舞台に密輸業を行うオンライン協力型のオープンワールドゲームとのことです。ステートオブディケイ3、
発売日未定、ゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。ゾンビがはびこる世界を舞台としたオープンワールドサバイバルアクションゲームとなっています。ということで、今回は今後発売日初日から Xbox ゲームパスに対応することが決定している最新作50本紹介の後編をご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。